こんにちは。今回は玉編みで作るブランケットの模様を紹介します。この模様は長編み4目の玉編みです。伸縮性もあります。今回は2本取りで編みましたので、厚みのあるふっくらとした編み地になります。こちらが裏側です。こちらの表側は玉編みがきれいに見えています。編み地も厚みがありますので、暖かいブランケットになります。今回は、合い太の柔らかい糸を2本取りで編みます。かぎ針はふっくらとしたいので、10号のかぎ針で編みます。この模様は、2目で1模様になりますが、最後に1目必要ですので、偶数の目数にプラス1目を押して、作り目を作ってください。今回は11目の鎖編みで編み始めます。鎖編みをここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11目の鎖編みを編みました。1段目は細編みと鎖編みを編みます。最初は細編みですから、立ち上がりの鎖編み1目を編んで、鎖編みを編んだすぐ根元の鎖編みの裏山を拾って、細編みを編みます。細編みを1目編み、鎖編み1目を間に入れて、鎖編みを1目開けた次の目に裏山を拾って細編みを編みます。鎖編み1目を入れて細編みです。次も鎖編み1目を入れて2個目の裏山に細編み、鎖編み1目を入れて2個目の裏山に細編み、鎖編み1目を入れて2個目に細編みです。鎖編み1目を入れて最後も2個目に細編みを編みます。細編みと鎖編み1目を間に入れながら細編みを編んできました。次の2段目は長編み4目の玉編みを編みます。長編みですから立ち上がりの鎖編みを3目編みます。鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。次に玉編みを編むのは1段目の鎖編み1目のところです。細編みの次の鎖編み1目のところに長編み4目の玉編みを編みます。針に糸をかけて鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて未完成の長編みを作ります。これを4回編みます。針に糸をかけて同じところに針を入れ、糸をかけて引き出し、2本の糸だけを引き抜きます。あと2回、未完成な長編みを編みます。未完成な長編み3目。未完成な長編みが4目できました。これをすべて一度に引き抜きます。未完成な長編みをまとめて持って、針に糸をかけ、すべての糸を一度に引き抜きます。これが長編み4目の玉編みです。これを編んでいきます。鎖編み1目を間に入れて、次も隣の鎖編み1目のところに未完成な長編みを4目編みます。1、2、3、4。4目の未完成な長編みを編む。これをまとめてしっかり持ってから糸をかけて一度に引き抜きます。ここでまとめて手に持つときれいな目に揃います。
鎖編み1目を編んで、これで2個目の模様が完成です。これを続けて編みます。次の鎖編み1目にも未完成な長編みを4目編みます。未完成な長編みをまとめて持って、すべて引き抜いて鎖編み1目です。これで3個できました。あと2回玉編みを編みます。次の鎖編み1目のところに長編み4目の玉編みです。すべてを一度に引き抜いて鎖編み1目です。次も長編み4目の玉編みを編みます。未完成な長編み4目を一度に引き抜いて、最後は鎖編み1目を編みません。今までは鎖編み1目を間に入れて玉編み4目を編んできました。最後のところは鎖編みを編まずに長編みを編みます。最初に編んだ細編みの頭です。最初に編んだ細編みの頭に長編みを編みます。これが2段目の模様です。次は3段目です。3段目は1段目と同じ編み方ですが、編み入れる位置が違います。鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、細編みを編みますが、細編みを編むのは2段目で長編みを編んだ長編みの頭です。長編みを編んだ長編みの頭はここですから、ここが長編みの頭です。ここに細編みを1目編みます。次は鎖編み1目を編んで、玉編みと玉編みの間の鎖編み1目を編んだところです。このスペースに針を入れて、細編みを編みます。鎖編み1目を編んで、2段目の玉編みと玉編みの間に細編みです。これが3段目の編み方です。鎖編み1目を入れて、玉編みと玉編みの間に細編み、鎖編み1目を入れて、玉編みと玉編みの間のところに細編み、鎖編み1目を入れて、次は玉編みが最後ですから、最初の2段目の最初の立ち上がりの鎖編み3目を編んだ鎖編み3目の3個目です。3個目の鎖編みの頭に細編みです。これが3段目の編み方です。4段目は2段目と同じで、鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。次は玉編みです。玉編みを編むのは前段の鎖編み1目のこのスペースに編んでいきます。細編みと細編みの間の鎖編み1目のところです。ここに未完成な長編みを4目編みます。未完成な長編みを4目編み、これをすべて一度に引き抜いて鎖編み1目です。これは2段目と同じ編み方です。次は前の段の鎖編み1目のところです。ここに長編み4目の玉編みを編みます。未完成な長編みを4目編んで、すべてを一度に引き抜いて玉編みにします。鎖編み1目を編んで、次はここです。
未完成な長編みを4目編みます。未完成な長編み4目を編み、すべてを引き抜いて玉編みにして、鎖編み1目を編みます。これを繰り返します。次の鎖編み1目のところに、長編み4目の玉編みを編みます。未完成な長編み4目を一度に引き抜いて鎖編みです。あともう一回玉編みを編みます。長編み4目の玉編みを編みます。未完成な長編みを一度に引き抜いて玉編みにします。そして最後は鎖編み1目を入れずに2段目と同じように長編みを編みます。針に糸をかけて前の段の細編みの頭に長編みを1目編みます。これで4段目ができました。ブランケットをずっと編み上げて、最後は細編みと鎖編み1目、細編み、鎖編み1目の段を1段編んで仕上げます。これが最後の段だとしましたら、ここで次は細編みを編みますので、鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。長編みの頭に細編みを編み、鎖編み1目を入れて、玉編みの間に細編み、鎖編み1目を入れて、玉編みの間に細編みです。これで最後の仕上げになります。鎖編み1目を入れて、玉編みと玉編みの間に細編み、鎖編み1目を入れて、玉編みと玉編みの間に細編みです。鎖編み1目を入れたら、最後は前段の鎖編み3目の3個目に細編みを編んで、これで仕上がります。あとは糸を抜いて糸始末をしてください。今回は合い太の2本取りで長編み4目の玉編みでふっくらとしたブランケットを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。